おはようございます。小木下です。今日は、このサムホールの作品のプロセスをお見せしようと思います。小さな作品ですが、ちまちま書いていっております。丁寧に作って、動画を作っておりますので、ぜひお楽しみください。どうぞ。それでは解説をしていきたいと思います。白アジに、デッサンを転写いたしまして、墨入れというのをしていきますが、転写は、自分で自家製のカーボン紙を作っています。トレーシングペーパーに、ベンガラライトレッドという色を塗って、すり込んで作っております。ちょっとそのサンプルというのをお見せしておきます。この墨入れの作業結構好きなんですね。日頃やってる仕事とはだいぶ違うので、やっていてすごく面白いです。撮り直しでございます。雑音が多く入っていたのでちょっと全部撮り直そうと思ってます。ですね、この墨入れの作業の前のこの転写するカーボン紙はトレーシングペーパーのざらついた方の面にこれですね、ライトレッドの色をすり込んで、カーボン紙お手製のカーボン紙を作っています。何回もこれ使えますので便利ですよ。カーボン紙の黒って何の黒なのかちょっとよう分かりませんが、これを使ってます。周りはマスキングテープで貼って、平らな床ですり込んでいます。このような作業をしていきます。私のこれは書き方ですので、それぞれの書き方があっていいのかなと思いますよ。ですね。で私たち世代っていうのは団塊ジュニア、これ油絵のこちらでも同じようなことを細かく書いてますので、今日はちょっと雑談をしていこうと思います。雑談中心の今日は動画にしたいと思います。私たち世代というのは、団塊ジュニアと言われてますが、その下はゆとり世代とかね、悟り世代とか言われてますけども、今の若い子たちって何世代って言われるのかなっていうのをたまに考えたりしますよね。コロナ世代なんて学生さんも言うてましたが、いやそんな呼び方はしないなと思うんですけども、私はですね、これインプリマトゥーラという作業をします。コバルトブルーにローアンバーを足してテレピンで混ぜて、油質を塗ります。コバルトブルーとローアンバーですね。でよく混ぜてテレピンで、溶解して、それに完成油ポピーオイルを足してインプリマトゥーラの油を作ります。で私たちその下の世代ってね、僕は多分ですね、これテレピンですね。仮面世代っていう私は名付けました。と思うかもしれませんが、要は僕なんかはハロウィンってあんまり得意じゃないんですね。ああいう仮装ってすごく恥ずかしい。なぜこんな出たがりのおじさんなのに、そんなん苦手なんかよう分かりませんが、何かに扮するとかっていうのちょっとできないというかですね、そういうタイプの人間でちょっと変わってますよね。それで一方今の若い人たちはそういうのにね、ハロウィンになるとみんな一斉に仮装して渋谷の街をかっ歩するとかですね、ありますけども、ちょっとそういうのを見てて、なんか私たちの世代とちゃうなと。あとは SNS が普及して、これインプリマトゥーラをするためのハケですね。ハケを全面に塗って塗布していくということをしていきます。横に塗ったら縦。白アジ、こういう作り方、こういう動画を載せてますので、ぜひ参考にしてください。横に塗ったら縦に塗るということをしていきます。であんまりやりすぎ、どうしてもハケムラ多少出ますので、あんまりやりすぎないで、止め際みたいなのは大事かなと思います。もうこのぐらいで吸い込み出してます。サムホールならこうやって一発でいけますが、大きい作品になるとやっぱりどうしてもちょっとムラがもうちょっと多くなりますよね。横に塗ったら縦に塗ったら横にするということをしていきます。
そしてこれを完全に乾かして、1週間ぐらいは咲いておきます。2日目、完全に乾燥したらインプリマトゥーラにということで、またコバルトブルーとローアンバーで、よく混ぜてテレピンとしまったちびっこを置きました。まあ車の中で録音したいんですが、ちょっとね寒いので今夕方5時ですが昼寝をしていたちびっこを起こしてしまった。まあこういうの僕本当本にこれ、美術の窓の肌を極めるであるとか髪を極める、こういうのに描き方を載せておりますので、ぜひ参考に、本も合わせて見てみるとより分かりやすいのではないかなと思いますので、機会があったら見てみてください。それで、ちょっとこれだけじゃ乾きが遅い場合はこういう超速乾メディウムみたいなアルキド樹脂などを入れてみてもいいのかもしれませんよね。そして一層ここコツが僕はあって、下の線というのがちゃんと見えるような状態にしておくことを、そのために墨で描いていますね。2層塗るとある程度吸収が止まります。それでもやっぱり吸収しますよ。白亜というのはすごく難しいので、簡易的にジェストであるとかで、そして叩き筆、こういった筆を使ってます。名村さんが出しているやつかな、これはな。柔らかい毛の方の硬いのもありますけど、柔らかいので叩いていって平滑にしていくと下地の色と線というのが見えてきます。こういった形でですね、2層目が終わり完全に乾いていきます。おっと、仮面世代、下の地の色が完全に乾いたら肌の色はグリザイユ、その他は普通に着色、シルバーホワイトとチタニウムホワイト、これは初めに、正月ぐらいに出したやつと同じです。仮面世代といってですね、まあその SNS でも例えばね、ツイッターみたいなのは匿名でやってて、Facebook は本名で、私はだからちょっと苦手なんですね、匿名なのが。今回もなんかこうやっぱりコメントなんかこう大したことないですねみたいなこと言うてくる人いるんですね。ぜひぜひあなたの作品を勉強させてくださいって言って載せたりしたんですが、返事はありませんね。でやっぱりこう表現というものを間違えてると僕は思いますけどね。なんか批判するんやったら自分もやっぱり表に出てこいというのが私のスタンスですが、なかなかそういうわけにはいかずストレスが溜まってはるんですかね。ぜひいつでもやりますせと思ってるんですけどね。まあここまで全部ね晒す絵描きもなかなか珍しいと思いますけども、こうやってスタンドオイルとポピオールで練っておきました。そしてパレットの描く部分は完成油で少しこう濡らしておいて、アイボリーブラック、これはバーントシェンナトランスオキサイドレッドっていう色ですね。ローアンバー、見にくいね、これはウルトラマリンかなのにコバルトブルー、西村大臣が午後5時から記者会見、カドミウムグリーン、非常事態宣言が出そうな関東ですね。カドミウムレッドにブライトレッドライトに、スーパーマゼンダ、まだもうちょっとこう色は違う色も置きますが、オーロライエロー、カドミウムイエロー、これですね、コメント大したことないですねと、全く返事もありませんでしたね。言いたいだけなんでしょうね。もうぜひいつでも、しつこかったらブロックしますけど、もちろんね、やっぱりこう表現というものをやっぱりでも本当にこうまだ何にもならないけど言いたいという人は多いんでしょうね。ぜひね、堂々と来てほしいもんですね。でそして明るい色をこうやって描いていきます。仮面世代なんてこれ当たったらちょっと面白いなと思ってですね、当たるも当たらないも分かりませんがやっております。そしてこういう例えばこれなんかも本当に石膏デッサンの動画を上げたんですけども、やっぱそれにも批判をしてきた人がいたんですね。大したことないなみたいなですね、やってみろっていう話ですね。2時間でお前は描けるのかと、いつでもそういう私は気持ちでおりますがね。あの動画見せたかったのはこういう暗いところから明るく描いていくという
絵があるんやぞということを知ってほしかったということなんですね。で昔はそういうデッサン、今も実はヨーロッパで一部ではやられているということを聞きます。スペインとかですね。でそういうのを見てほしいために挙げてるんですが、それをすぐ批判するという、いやーね、そういう時代になってきたなという気がします。本当に昔はなんかね、もう見るからにヤンキーとかいましたけど、今あんまり見かけないですもんね。僕らの第2000年前後はカラーギャングなんていましたもんね。私池袋にいましたから、池袋あたりにはいっぱいいましたよ。怖そうな何色みたいなね、知らないでしょうね。だからそういう感じの人が減ってきたなと思います。逆に内に秘めてフラストレーションを溜めているような人は多いのかなっていう気がして、仮面世代という命名を今いたしました。外れるかな分かりませんが、ちょっとそれが特徴かなっていうふうに私は思ってます。うちのおふくろなんかも言ってました。若い人こんな時代にもっと声上げたらいいのにとか言ってましたね。多分こそこそ言うてると思うでって言ってですね、言ってました。ちょっとずつこうやって明るいところを描きながら中間色みたいなものも置きながら描いていきます。私はこういう本当に伝統的な方法にのっとって書いていて、知ってるか知ってないかによってやっぱりだいぶ違うと思うんですね。知ってやるのと知らないでやるのと、逆に知りすぎてしまうと頭でっかちになるという部分もあるかもしれませんよね。なんかですね、何でもそうですけどね。でちょっとずつちょっとずつ絵のこれちょっとすごくカットしてるんですが、初心者の方とにかく混色、油絵の場合特に混色、よくパレットで練るっていう癖つけておいた方がいいですよ。でもちろん画面の上でも混ぜますが、しっかり混色をするという訓練練習はどんどんされた方がいいかなと思います。それが上達の一つのコツやと思いますよ。ちょっとそれは覚えておいてください。で、暗いところも描いていきながらですね、サムホールというすごい小さい作品ですけども、あんまり小さい作品は描かないんですが、こういう動画のために描きました。でそしてできるだけ早送りではなくてですね、こういうふうにちょっと切りにしてですね、実際問題はものすごく長くなるんで、どうしてもカットしていきながらですが、早送りではなく、皆さんのコメントで面白いんですよ。本当に僕早送りの動画って今1分間にビュッと短くした動画をいくつか上げてます。最近やったらばモナリザの模写、それがすごく再生回数が伸びているんですが、視聴者はもう本当に若い人が圧倒的。逆にこのねダラダラと長い動画はやはりちょっとお年が上の方、お兄さんお姉さん方ですねが視聴者が多いというね、これすっごい面白いんですよね。これからはなんか5G にもなっていくし、あとは家にですね Wi-Fi 環境とかが整ってくると、僕の予想当たるかどうか、ラジオ的なものが流行るんじゃないかと。これを昨年始めた時に、そして今もラジオ的にやっております。なんかながら見じゃないですけども、ながら例えばね家事をしながら聞けたりとか、小木曽がね仮面世代って言ってたでっていうのが5年後10年後流行語大賞になってたらおもろいなと思ってですね、外れたらほっといてください。そんなことを考えながら絵を描いてます。もちろんね、もうちょっとこうかなっていうのはもう反射的に考えているというか、本能的というのかな、考えてはいるんですが、実はそんなバカバカしいことを考えてたりもします。コロナ世代なんていうのは言われないと思いますよ。ですね。でちょっとずつ唇なんかっていうのはやっぱり色を少しですね、白黒に近いような色じゃなく、もう今のうちから色をつけておこうと思っております。ですね。少しずつちょんちょんと描いていきます。2021年ね、どうなる年なんでしょうか。分かりませんが、先を時代を読むというか、本当に便利になりましたよね。こういうので本当に皆さん勉強、本当でも本とか買ってくださいね。私に印税は入りませんが、そこに筆とか載ってます。
だから聞かれるんやったらまず買って、それでもわからなかったら聞いてくれた方が僕は助かります。いつも言うてます、ボランティアですので、自分の動画に CM とか入れたくないから入れるつもりはこれからもありませんので、私の労力を少しでも減らしていただけると助かるなと思います。とにかく便利になればなるほどすごくそれが当たり前になってきますよね。昔やったら本当にね、こんなん作家さんが動画作るなんていうのはなかったと思うんですが、私みたいな、楽しいことが大好きな人間 なのにハロウィンが嫌いという謎がありますが、恥ずかしいんですね。ああいうのね、なんかね、見るだけでも恥ずかしいし、なんか集団でやるっていうのができない。変な人ですよね。変わってますよね。ちなみに私鬼滅の刃ついに見ましたよ。15話まで見ましたよ。今現在ですね、1月の何日か分かりませんが、今、見ました。今日1月6日ぐらいかな。これ上げるのもうちょっと先やと思いますが、見ました。面白いですね。やっぱあれはすごく勉強してますよ。非常に勉強してます。何をっていうとですね、もちろん漫画の歴史みたいなものも勉強されてると思います。私はアニメでは見てるんですが、漫画自体は読んでないんですが、多分ですね、すごくいろんなものの影響が入ってるんですよ。例えば北斗の拳、私たち小学3年生か4年生か2年生ぐらいの時に北斗の拳っていうのがテレビで始まった時に、もう PTA があれは見るなって言うたんですよ。ね、鬼滅の刃もあれ R16 指定になってるからね、でも子供たち見てるんですね、あれね。昔はそれで PTA がどうこうって言って、でも多分今の親御さん、ああいう殺戮シーンとかね、多分本人たちもハマったんじゃないかなと。であれね、例えば北斗の拳の影響とか、これ私の推測ですよ、批判やめてください。北斗の拳的な部分があるんですね。例えばユリアっていう恋人とケンシロウの話じゃないけど、それを禰豆子と炭治郎ですか、兄弟愛に変えてる部分があったりとか、いろんな必殺技みたいなのがあったりするとかですね、仲間と共に戦っていくみたいなドラクエ的なドラゴンボールのような世界もあるんですね。少しずつレベルアップしていくようなところもあったり、そして何よりも大人を魅了していった部分っていうのはやっぱりあれは忠臣蔵とかですね、あとは新選組とかの僕は世界観も入れてるんじゃないかなと思うんですね。あとはあれですね、バカボンドという井上達彦先生の手書きのなんか墨で書いたような手書き感みたいなものも残していると。いやー、非常に勉強しているなっていうのを感じましたね。どうですか、これは当たってますか、鬼滅の刃ファンの方。私も面白く見させてもらってますけども、やっぱり私たち世代、また上の世代もハマるのは多分そういうところもあるんじゃないかなって思いますよ。当たってるか外れてるか分かりませんが、今これ輪郭線を少しぼかして描いていっています。隣と隣の絵の具をぶつけ合わせて、輪郭をぼかしていくスフマートというね、だから伝統的な方法と、現代的な色っていうのもありますよね。カドミウムコバルトみたいな色っていうのは現代的な色があります。だからね、私もそういうなんていうか美術史みたいなものとその絵画技法史みたいなものと現代とをなぜか組み合わせて描けないかなと思ってます。残念なことに鬼滅の刃の模写はいたしません。私には若干その辺がプライドがありますね。自分が真似される側になりたいですもんね。なかなか難しいですがね。でちょっとずつ描いていって、一発でこのぐらいまで描いていくんだということをお見せいたします。長い動画やねこれね。あと20分ぐらいあるのかな。疲れてきましたね。2回目の鳥です。これで、だいたい1週間ぐらいは乾かします。そして、4日目着色描き込み。またチタニウムホワイト、チタニウムホワイト、チタニウムホワイト、シルバーホワイト、シルバーホワイト。混ぜ合わせます。絵がさっきよりもやっぱりですね、ちょっとマットになってます。色自体は変わってないんですが、マットになってます。で要はツヤがなくなりますので、マットになってそれを混ぜ合わせて、ポピーオイルと白、チタニウムシルバー混ぜ合わせ、スタンドオイル、
と白を混ぜ合わせということをします。ね、違う種類の2種類ですね。そして、ここを描くところは完成油で、滑らしといて、こっちはスタンドオイルというものです。スタンドオイルというのはリンシードを加熱15、要は、熱して加熱15、少し乾燥を促進してねちょーっとした状態ですね。この2種類の白を使っております。ちょっと電話が入りまして、ちょっと途切れてしまいました。糸を引くような白です。そして白は厚塗り用ですね。スタンドオイルを混ぜたものがですね。で、アイボリーブラック、ロアンバー、トランスオキサイドレッド、バーントシェンナトランス、コバルト、ウルトラマリンブルー、コバルトブルーですね。コバルトグリーン、ペールみたいなやつです。カドミウムグリーンですね。オーロライエロー。これはね、フタロシアニンブルーみたいなやつですね。ブライトレッドライト、カドミウムレッドかもしれませんね。コバルトバイオレット。ぜひ、油絵の描き方という動画と同じ色です。そしてまず完成油だけ、僕はいつもコバルトバイオレットっていうのをウィ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 って全面に塗ります。まあなんで紫なんですかってこう聞かれることもあるんですが、高いので高い色を塗っといた方が高級感出るじゃないですかというところもあるんですが、なんていうかまあその透明感があって、なおなんとなくこう影とかに塗り残っていたら綺麗なんですよね。だから僕はこういう色を塗ってます。まあそれぞれでいいと思いますよ。そしてグレーズ、これはバーントシェンナトランスですかね。トランスオキサイドレッド、違う松田さんだとそう呼びますね。というのをグレーズをしていきます。パパパパパ、ちょっと黄色っぽい感じですね。それを塗っていきます。顔に。まあ、よく滑りますもんね。よく滑らしながら塗っていきます。グレーズというとタラタラとおつゆがきみたいなことを書いてある本もありますけど、私はどっちかというとあんまりそのおつゆがきみたいな伝統的な方法ではあんまり見かけないんですね。でこれを指ですり込んでいくと、下に塗った色の要は凹凸ですね、凹凸にすり込まれていって、より厚いところが強調されて、そしてちょっと白を混ぜた半透明ぐらいの色を塗っていくという方法を使います。やっぱレンブラントなんかこう絵の具の厚みを強調するためにグレーズして、それを指ですり込んで、まあこれに断丸を入れたりとかっていうのとか、グレージングバニスとかっていうのも売ってたりします。そういうのを使われてもいいのかもしれませんが、私はもう本当にもう一番、ポピーオイルとテレピンという、そしてこれですね、コバルトグリーンみたいな色ですね。綺麗な色ですよね。こういうこうなんていうか、今どっちかというと暖色系が顔が暖色系になっているのに寒色を入れるという方法をとります。ですね、少しずつこういうふうに、ファンデーションを塗る感じですか。私は塗ったことはありませんが、もう年取ってですね、乾燥肌がひどいですよ。どうしてます皆さん。もう、最近ココナッツオイルというのを顔に塗ったりしてます。笑っちゃいますよね。なんか大悟さんっているじゃないですか、メンタリストの。その動画をうちのパートナーが見て、これがって言って、で塗ってみたら案外僕いいんですね。いい匂いするんですね。ちびっこにそれ見つかって、それちびっこ舐めよるんですよね。まあ自然のものなのでいいのかなと思います。団塊ジュニアのね、酒飲みは本当にもう肌がボロボロでございます。もう酒ばっか飲んできたんでですね、本当にこの1年は飲み会に行かなかった人生で一番行かなかったんじゃないかなというぐらい、行きませんでしたね。早く収まるといいですね。ちょっとずつ明るいところを描きながら、影の色というのはね、あんまりこうぐちゃぐちゃ塗らずに下の色を塗り残していくという方法をとっていくわけでございます。
ね、こういうのを見ると本当にこうやって書いていたんだって分かりましたなんて言われるとね嬉しいですよ。そういう見方をしてもらえるとですね、いいかなと思います。美術館に行った時にね見方が変わりますよね。で例えば印象派よりも前の人の絵ってどっちかと色が暗かったりするですよね。これっていうのは産業革命より前っていうのはどちらかっていうと自然顔料自然の鉱物であるとか土であるとかですね、そういったものを先ほど出てきたベンガラなんていうのも酸化鉄なんですけども、ベンガラってトレーシングペーパーのやつね、産業革命によって、いろんな色が作れるようになってきたって考えればすごく分かりやすいですね。何か革命とかっていうの IT 革命じゃないですけど起こるとガラッと物事が変わります。チューブ式の絵の具ができたのも産業革命以後、それによって印象派というのが外に屋外に出ていった。プラスカメラっていうものが出てきて、さあどうしたものか。第1回印象派展なんていうの第何回かやってますけども、ね、ある写真家の人のスタジオを借りて展覧会をやってるんですよ。カメラというものが出てきたことによって絵画はどうあるべきかっていうのを考えていった。私なんかも逆にどんどんテクノロジーが進化していって、やっぱりそれは怯えますよ。ガタガタ CG であるとか何であるとか。でも逆にね展覧会を見に行ったり、例えばフェルメール展なんてものすごい人が来る。手仕事というのにもやっぱり両極端で、そういうのを求める人もやはりいるんだなっていうことに気づかされ勇気づけられるというか、そして叩き筆で叩いて平滑に鳴らしていくね、面白いですよね。もう CG ね、コンピュータグラフィックとかでアニメ始めできた「トイ・ストーリー」なんていうのが一番初めにフル CG アニメーション映画なんですけども、1990確か5年ですよ。今やもうそんなんも当たり前になってきましたよね。普通にテレビドラマとかでもフル CG なんてあるんですけども、テクノロジーの発達がすればするほど逆に真逆のことっていうのが重宝されるというところは必ずあると僕は思うんですよ。それを欲するというかですね。 AI にでもこんなん書けるって言われたらね、すみませんとしか言えませんが、確かにそれはできるかもしれませんがね、そういうことは考えながら、すみません途切れでちょっと電話がコロコロかかってきます。眉毛を描いていっておりますね。毛一本一本を描いていくことをですね、淡々とやっぱそういうのを近くに寄って見た時に同じね人間の手でやられているんだということで感銘を受けるわけですね。でやっぱり伝統的なものと、今日は「鬼滅の刃」の話をしましたが、すごく伝統的なものと現代とを入り混じらせているというところがやはり大ヒットの要因なのじゃないかなと思いますよね。ぜひね、例えば「アキラ」なんかの影響も確実に受けてますよ。「アキラ」っていうね、大友克洋先生、僕の大好きな大友克洋先生の「デテイル」を書いてます。なんかムクムクとかなったりするんですよね。それはなんか鉄夫っていうね、人がぐちゃぐちゃっとなっていく擬音ばっかりですがシーンがあるんですけども、そういうのの影響を必ず受けてるだろうなというのはすぐ分かりますよね。だから多分、若い世代もちろんですけども私たち世代上の人たちも感動するんじゃないかなと思いますよ。ね、だからそういう歴史、美術の歴史や絵画の歴史というのも勉強して、それは例えば、ね、アニメをやる人ゲームをやる人も僕同じだと思うんですよね。文脈をずっとたどっていくとそういう歴史とかが連なってくるわけですよね。ちょっとずつ描いていっております。いやね、こうやって皆さんと見ていただける方に会えたのも YouTube というものをやろうと思ったことがあってのことだと思いますのでね、大変な思いされている方も多くおられると思います。私も大学の仕事もやっぱり、はっきりと倍ぐらいになってますね。でも
プラスアルファこういうのね、学生さんにおじさんだって頑張ってるんやぞというのを見せることも大事ですし、ね、皆さん家でこう自粛したりなんかね大変な思いされてる人少しでもね面白いと思ってもらえたら、大変なんですよ本当にね。でもそれでもいいんです、ね、いつかまたねお会いできる日が来るのを楽しみにしております。個展などねちょっと先私はないですが、後ろの葉っぱなんかも紅葉がねいい時期に、ちょっと取材に行きましたですね、行っております。そしてまたこれを完全に乾かして、もう最後の何層もこれ繰り返すんですね。この作業みたいなのを書いてやって書いてやってみたいなことを繰り返していくと、絵の具というのが化けてくるんですよ。物質、油絵の具という物質が最後グレーズ、スカンブル、描き込み、これを何度か繰り返していく。また紫を今回塗りました。たまにこれ黄色っぽいの塗ってみたりとかいろいろ変えるんですよ。ちょっと青っぽいの塗ってみようかなとか変えたりするんですが、塗って指ですり込んで、ですね拭き取って、ほらもう完全にこの青っぽいでしょ。筆先見てもらうと分かりますよね。思いっきり違う色で、こういうのができるのがやっぱり油絵の具なんですね。私からするとアクリルじゃなかなか難しい、透明水彩、とかアクリルじゃちょっと難しいね。こういう寒色系を塗ったりとかして、あとは細かいデテールを描きながらね、サムホールという小さな作品でございます。ちょっと輪郭を少し柔らかくぼかしておこうかなっていう、感じでございますね。学生さん、モデルをしてくれた学生さん頑張れ、何のこっちゃとは分かりませんが頑張れっていう感じですね。紫系を塗っておりますね。紫系を塗ってパタパタパタとファンデーションを塗る感じですか。塗ってみよう。で叩き筆で叩いて少しこう筆跡をなくすように。でもこれで、下の絵の具もこう見えつつですね、絵の具をまた厚く塗って描いていっております。すごく複雑ですよね。単色じゃなくやっぱりいろんな色がこう絡み合って、赤系、青系、黄色系、緑系ね、それによって非常に複雑になっていってると思いませんか。どうですか皆さん。丁寧に丁寧に描いていきます。少しスカンブルって言ってね、白っぽい色をかけていく作業をスカンブルというふうに言います。ちゃん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 と目ん玉に映ってる状況とかを何が映ってんのかなとかっていうのも考えますしね、目ん玉が球体であるということもやっぱ考えますよね。そしてこの辺にこうなんていうかお化粧なのかな、まつげとかも描いていきますね。まあなんかこういう、ね、仕事ってもうなかなか終わりが見えないんですけども、ちょっとずつちょっとずつ動画にするとやっぱりだいぶ進んだなっていうのがよくわかりますよね。非常に楽しいでございますよ。これはいつ発表するのかなわからんけどね。ちょま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 と今日は「鬼滅の刃」とあとはわけわかりませんね、仮面世代というね謎の言葉を残し今日の動画は終わりたいと思います。最後はじっくり、書き込んでいるのをお楽しみください。それではまた。
ご視聴ありがとうございました。ね、すごく作品がちまちま増えてきております。ちまちま途中のものも含めて、ちょっと動画を最近お休みして、ちゃんと制作をしておりました。これ以外にもですね、動画にしておりますので、またお楽しみください。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。ありがとうございました。